皆さんこんにちは。今日は建物や風景画をスケッチする際にとても便利な考え方、比率スケール法をお教えします。どうも、消しゴムです。普段は建物や乗り物などを中心に描いているイラストレーターです。今回は僕が普段スケッチする際にいつも使っているこの比率スケール法についてご説明します。この方法を使うとこんな建物やはたまたこんなイラストを消しゴムを使わずに一発描きで、しかも簡単に描くことができるようになります。ぜひ皆さんもこの方法を取得してスケッチマスターになりましょう。それでは比率スケール法についてご説明します。この方法は建物を描く際に比率と基準を意識して描くというシンプルな手法です。これだけだとまだ分かりづらいと思いますので、まずはスケッチにおける比率と基準についてそれぞれ説明します。まず比率についてですが、これは2つのものの大きさを比べた時に基準に対してどれぐらいかを簡単な数字で示したものです。例えば正方形を描きたい時、まず1本の線を引き、これをベースライン、つまり基準とします。もう一辺はこの最初の線と同じ比率で描きますよね。そうすると正方形ができると思います。長方形も同じ考え方です。適当な線を1本引き、これに対してもう一辺が最初に描いた線の何倍の大きさになるかを考えます。このような簡単な図形であれば意識せずとも描けますが、建物などをスケッチする際もこの基本的な考え方を知っていれば正確に、そして簡単に描くことができます。次に基準の見つけ方について説明します。端的に言うと、描き始めたい部分の近くにある分かりやすい線を基準にすると良いと考えています。ここでは簡単な室外機を描いてみましょう。まず室外機の縦の線を適当に引きます。これが最初の基準線になります。室外機の外径から描きたいと思いますので、この基準線を1とすると、室外機は横長なので 1.5 くらいの長さで横線を描きます。これで外径が描けました。次に室外機をファンの部分とパネルの部分に分ける仕切りを描きたいと思います。この仕切りを描く際の基準線は先ほどの縦線ではなく、今描いた室外機の横方向の線を新しい基準とします。このように基準線をその都度描きたい部分に合わせて変えていくと、複雑な建物でも一つ一つのパーツを簡単に、そして正確なバランスでスケッチすることができるんです。建物の窓なども同様の考え方で描けます。それではこれらの手法を用いて実際に描いてみましょう。各建物はこちらの日本家屋です。ではまずは建物の2階部分からスケッチしていきます。建物の2階部分の縦線を適当に描き、これを最初の基準線とします。2階部分は参考写真からも分かる通り横長な長方形に見えますね。基準線に対して横幅をどれぐらい長くすればよいかを考えて、まずはこの長方形を描きます。次に屋根の部分を描きます。屋根の頂点に注目しましょう。屋根の高さは先ほどの2階部分の縦線に比べてとても短いですね。2階部分の縦線を1とするとだいたい5分の1ぐらいの割合でしょうか。この比率を意識して頂点の位置に点を打ちます。この考え方を駆使して各端にも点を打っていき、最終的に屋根の部分の台形を描いていきます。この考え方で1階と2階をつなぐ屋根も同様に描いていきましょう。そして1階部分上部の雨よけも同じように近くの線を基準にして描いていきます。ここでの一番のポイントは何度も言いますが、身近な部分を基準にするということです。描きたい部分の近くの線を基準にどれぐらいの長さで描けばよいかという割合を意識すると全体が整ったスケッチになるんです。1階部分も同じ考えで描けば、これで建物の大まかな枠組みが完成します。次に建物の窓や室外機などの細かい部分をスケッチしていきますが、考え方は全て同じです。基準の線を設けて、それからどれくらいの割合で描けばいいかを考えてスケッチするんです。屋根の瓦の質感などについても同様の比率の考え方を使えますが、これに加えてパーツ法、つまり遠近法の考え方も必要になります。
このパース法についてはまた別の動画で詳しくご説明できればなと思います。1階部分の中身、窓や引き戸についても同様です。建物1階の横線を基準線にどのぐらいの割合で分割すればいいかを考え、それぞれ窓と引き戸を分けて描いていくといい感じになります。また建物1階にある植物など、建物より手前側にある部分から描いていくスケッチの手法も取り入れながら細々したところを仕上げていきます。はい、簡単ではありますが、今回は比率スケール法を使用して建物を描いてみました。今回は簡単なスケッチのため色ペンによる塗り方は説明しませんでしたが、今後色の塗り方や色の選び方なども動画にできればなと思ってます。以上で動画は終了になります。最後まで見ていただきありがとうございました。リクエストにはできる限りお答えしますので、ぜひコメント欄をご活用ください。では次の動画で会いましょう。またね。